皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは私住信也と加田聡と桐山和久です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。ね、まあもう9月も後半に後半ですもうね。後半入ってるんですか。もう後半に、はい、早いね。涼しくなってるといいんですけどね。毎回言ってますよ。いやもう本当に暑いのが一番嫌い。いやもう涼しいよ。本当ですか？体感俺の中ではもう寒なってるぐらいやわ。そんなにですか？じゃあもうやっぱ冬じゃないですか。ちょうどいい時期ないじゃないですか。したなもうなんかブルブル震えながら。早すぎないかそんなにですか？冬耐えられないぞ。前回ねお風呂入らなあかんねえよ話したんですけど。そうですね。体調管理失敗してる。失敗してる。なりながら言っておりますが。そんなばかり。はいはいね、どんな感じでしょうね。まあ秋といえばでもどんな思い出がありますか？秋ってやっぱり文化祭とか学校でいうと運動会とかそんな感じのものはあるんじゃないですか。行事シーズンでしたね。確かにね。運動会ってどんな感じだった？運動会遠い記憶だな。運動会君が言うたらなんか嫌味に聞こえるで。じゃあ本当にそうで、僕小学校までしか運動会経験してないんですよ。そうなんです。中高が運動会なかったんですよ。学校的になかったから本当にがっつり運動会は小学校の記憶最後なんですよ。なるほどね。でも12、3年前ですか？それが多分最後ですね。小学校は秋やったけど中高は俺春というか5月6月ぐらいにやってたかなっていう気はするけど、やっぱりでもかけっことかじゃないですか。かけっこって言い方あれやけどかけっことか何メートル走とかね。そうあるんじゃないですか。あるわ。学年別でさこうチーム組んでさね一緒に走るみたいな。あるリレー的なやつね。そう1キロ走らされてさ。1キロ駅伝やん。めちゃくちゃしんどかったよ。それ体育さい目的は何それ？中距離走や。だって体育祭でさ、それ運動会競技でそれ見せられた時さ、親御さんたちいつまで応援してなあかんのテレビで。だから100メートル走る子もおれば500メートルとか。へえ。スウェーデンリレー的なやつ。そうかもはい。なるほどね。それで1キロ。1キロきつい。失礼。体調悪そう。本当に体調悪くなってる。喉によだれがよだれが入ってしまいました。大丈夫ですか？申し訳ございませんが。はい。全員リレーとかもあったよ。全員リレー。学年が1組から4組までやったら1組が4組全員走んねん。35人ぐらいでリレーすんねん。代表者じゃなくて35人全員でクラス全員50メートルとか。そうトラック半周分ぐらいそれでもリレーしていくね。それでも長いよ。長いよ。15分ぐらいかかる。そうや。うわしんどい。地獄やで。ほんまに。親マジで何見せられてんのこれって。もうな親は応援してるの。してんのかな。あなたたちの子も。だから運動苦手な子とかが順番続くとするやんか。マジで周回遅れぐらいで勢いになったりするんだよ。大変。しんどいよな。なかなかねそういう思い出とかもありますけども。お母さん見に来てくれてありがとう。今ここでありがとう。あの時の運動会。いつもありがとう。ありがとうございます。というわけでね始めていきましょうか。はい。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信していきます。はい、今回はですねブラッドエディション会でございます。今回のトークテーマは SNS の投稿の中からピックアップさせていただきました。もうたくさんねいつもありがとうございます。ありがとうございます。本当にどんな話があるんでしょうか。いや今回のトークテーマですけども怪談です。怪談。はい。やっぱ急斜面だと怖いなみたいな話ですか？そうですね。昭和の怪談はちょっと急みたいなね話はあります。そっちの怪談じゃないですね。違いました？はい。なんか13段だと不吉とか言いますよね。怪談よ。それは怪談よ。怪談話。それほんまに怪談よ。おい乗せてくる。怪談の怪談でしたけどね。はい、ありがとうございます。怪談ですけど、どうでしょうね。どうでしょうね。僕なんか怪談めちゃくちゃ好きなんであれなんですけど。じゃあ今日はもうしっかり饒舌ですよ私。じゃあしっかり盛り上げていただいていいですかね。今回のテーマは怪談ということで、ここからはオカルトとミステリーをスパイスに夜のスナックタイムを一緒に味わっていきましょう。
さあ今夜のテーマは怪談ということですが、要するに怖い話ってことでしょ。そうですね。簡単に言ってしまえば、日本で言うたらね、学校でね七不思議っていう怪談があって、必ず学校には7つの階段があると。なんでなんやろな。あれなんでなんやろな。七不思議ってね。なんでなんやろな。銅像が走り出すとか、人体模型のやつとか、そうあとベートーベンの肖像画が動くとかね。あんなんばっかりや。トイレの花子さんとかね、もういろいろあるんですけども、今日だからちょっと資料とかもね用意していただいてるんですけども、これまずテケテケ、口裂け女、まあ学校の七不思議書いてますね。書いてますね。紫鏡、紫鏡、メリーさん。メリーさんはね定番ですね。ここら辺は本当に日本で有名ですよね。もうメリーさんなんてもう大好きですよ、罪は。大好きとかあるんですか。階段に大好きとかあるんですか。いやだって電話かかってきてな、私メリーさん今何々駅にいるのって自分の最寄り駅言われるわけ。何ですか、いたずらやめてください、ガチャって確信やな。まプルルルたかでいいだ。もしもし、私メリーさん今あなたのお家の前にいるの。やめなさい、いい加減しろ、ガチャプルルプルル、はい、なんで出んねや。その動揺っぷりでなぜ出る。お願いします。なんでお前まだはいって出れんねん。何や面接の結果待ちしてんのか。私メリーさん今あなたの後ろにいるの。怖い。っていうのがメリーさんですから。ありがとうございます。ご丁寧に楽しくやらせていただきます。ご丁寧にありがとうございます。もうこのメリーさんが怖いですね。でもメリーさんってさ、もう家でないからほんとないんじゃん。確かにそうだ。そう、これはもう俺らがほんまに小学生の時ぐらいに有名で、だから携帯電話がなかった時代やから。時代やんな。だって今携帯電話やからさ、何々駅にの俺そこおらんわ。いや近づいてこられたらどうするよ。やっぱそうか。でも近づいてこられたらほな移動するわみたいな。一緒に移動しようか。ちょっと回避方法ができてしまった。確かにね。で他には口裂け女なんかっていうのはもう日本ではもうめちゃくちゃもう映画化とかもされてます。これは僕でも知ってますよ。これは怖いよね。これでもねアメリカでも映画化してるんですよ。あ、そうなんですか。日本人の監督が持っていったんですよ、口裂け女っていう概念を。ジャパニーズホラー。そうでこれを映画化してちょっと実験的にホラー映画口裂け女短編集みたいなのが、そうそんなもねあるんでね、めちゃくちゃ有名なんですけども。すげえ。ちょっとそれだけじゃなくて世界のやつも見てみようか。世界ね。ラヨローナ。泣く女ですね。スペイン語で泣く女を意味するラヨローナ。これも映画化しましたよね。あ、そうなんや。資料館シリーズって。資料館名前知ってるわ。死の量でって書いて資料館シリーズの1個にラヨローナがあったりしますね。子供をねさらっていくんですよ。誰が？ラヨローナが泣く女の人が。そうなんですよ。自分の子供が死んで泣いててみたいな感じですよね。なるほどね。他にもこれめっちゃ有名です。スレンダーマン。スレンダーマン。はい。彼女あんま知らん。いや知らないですね。桐山君知ってる？知ってます。知ってんねや。でも結構なんかこれ未確認生物的な扱いされる時もあります。ある。なんか見た目がものすごい身長が高くて坊主頭でスーツを着てるんですよ。なんやけど。でそれを見てしまったら死ぬって言われてるんやけど、なんかところどころではよく見たらスーツだったみたいな。よく見たらそれはさスーツが定かじゃないんだ。ほんまに疑問やねんけど、死んでるやんな。それを証言できたってことは死んでないじゃん。そうまあそうやね。結局確かにどうやってじゃあその情報は確かに知られてしまったのって話になっちゃうけどね。皆さんこれはお話でした。お話でしたね。インターネット掲示板から生まれたって書いてます。そうほんまにそれで有名になりました。なるほど。あとはブラッディ・メアリー。これは僕もね、鏡の前で3回ブラッディ・メアリーって言ったら呪われるという
やつですけど、もしかしたらこれってメリーさんとあんま変わらんのかな。なんかね、なんか五感似てるもん結構多いよな。なんかね、なんかどっかから伝わって別の形になったとか、まあ絶対ありそうな気はするよな。ありそうですよね。なんか人づてに伝わっていくうちにさ、形がちょっと変わってしまって別のものとして伝えられるみたいなもん。なんか口先女とかも、なんかもともとこう誰かが生み出したものが世間に広まってってみたいなやつだった気がしますね。そう、なんかほんでラジオとかでそう拡散されて。ほんで都市伝説になったみたいな形ですよね。確かになんか僕聞いたやつだと、当時その塾とかが流行りだした時代に、やっぱ学校のあと夜だったりするから、いやまあ夜遅くに出歩くといけないからって言って、誰かがその口先女がいるんだよみたいなのを言ったら、そっからいろんな塾から塾へ広まり、学校から学校へ広まりみたいな感じで伝染してったみたいな話は聞いたことありますね。なるほどなるほど。じゃあここで隅の階段聞いてもらっていいですか。なんで急にもう岡田君には喋ったことあるんですけど、はい、先日ですけども、私が所属する劇団の、稽古スタジオ、大きい稽古スタジオを1個探してまして、とある稽古スタジオを借りたんですよ。でちょっと僕が代表してちょっと下見に行こうということで1時間だけそのスタジオを借りさせていただいたんですね。でその時に1階のシャッターが閉まっていたら、シャッターの隣にキーボックスがあるので、そこから鍵を取ってシャッターを開けて4階にスタジオがあります、と言われたんです。開けました。カララララ、何ここっていうぐらい真っ暗なんですよ。それお昼の2時でした。全然太陽も出てんのに、めちゃくちゃ明るいのに、窓もあるのに、真っ暗で怖いなって思ってたんですね。入ってるな。で4階に行きました。でもその4階に行ってる途中も階段で上がってたんですけど、なんだか廃墟みたいだなって、そんな雰囲気を感じるような佇まい。4階に着いて4階の鍵もキーボックスから開けてドアを開けました。真っ暗。なんで？もう光が入ってるはずやのに、カーテンもちろん閉まってんねんけど、めちゃくちゃ暗くて怖いなーって思ってたんですね。で、1時間借りてる中、そんなでも正直見るもんなんていうのは、コンセントとかね、どれぐらいの広さがあるかとか、そういうのを見ようと思って、ちょっと歩いたりしてこう見てて、ちょっと幽霊の一つや二つ見たいなと思って。ちょっとそっからもう変な話になってきてるんですけど、ちょっとね、生きてるうちにね幽霊見てみたいなって思って、なるほど、はい、30分一人でここ我慢してみようと。ちょっと長いな、30分我慢して足でも見えたら嬉しいじゃないですか。何言ってるかわからないですけど、僕気持ちはわからないですけど、そう思ったんですね、鷲見さんは。僕はそう思ったんですね。だから30分待って、で出てこへんなと。残念。それはもう残念。さすがにちょっと僕も次の予定があったんで、大事。行かなあかんなと思って帰ろうと思って。で、ドアが僕のここの左手にあるとしましょう。なるほど。でここにねスタジオの鏡があるんです。ドア鏡。で後ろがカーテン。なるほど。窓ですよね。だったんですけど、さあ帰ろう。で鏡見たら。あっちですよね、鏡の奥、向こう側のカーテンが、鏡反射して映ってる、向こうのね、だからカーテンがバラ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 って揺れてて、でだからそのカーテンの下から太陽の光もボワザバラバラって見えてるわけですよ。でおおと思ってバッて振り返ったらバサバサバサってちゃんとやっぱ震えてるんだ。空調とかも全部切ってました。で窓ももちろん閉まってるんです。すごいねって言って帰りました僕は。何それ？そんなに出待ちしてたのに、なんでその一言で帰れた？いやなんか分からんかったからな、これは何なんだろうって思って帰った。違う待ち焦がれていたものが来て、いや人の姿が見たかっただけだから。人じゃなきゃいいじゃないんだ。本当にそうバタバタって揺らしてくれた側も。なんでって待ってみたいな。いやちょっとなんか足でも見せて追いかけてきてくれたらガチャ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 
ーってできたんやけど、それぐらい程度やったら、その程度やったら、そういうこともできんねやぐらい。いやまあだから分かんないですよ。なんで揺れてたかも分からないんで、帰っちゃったからねさすがになんか行こうとは思わんかったから、そこにまあねなんでバタバタしてんのとは思ったけど、行こうとは思わへんかったけど、とにかくすごいね。いや向こうからしたらタイミング待ってたで。向こうがいる体で喋らないでくれる。向こうが出待ちしてて、出待ちされてたら出にくいな、ここやと思って揺らしてみたら、満を持してよ、今と思って言ったのに。俺の覚悟が決まりすぎてたってこと。ですらーと思ってたけど、そういうことここやと思って、よーしって揺らしたらすごいね。なんや、出てきてくれたらよかったのに、恥ずかしがらんと。なんよ、あるんですよ、多分条件がね。そうそう、ずなかっとなかずっと待ってたんやで、30分。普通の人はずっと待たずに、気持ち悪いから帰ろうって言って帰っていってくれるのに、なるほどね。帰っていかへんから、ずっとこうやってなんでいるんだよずっとって向こうは。向こうもう帰れよちょうどな、出そうななんか隙間のこれぐらいの高さの隙間のな、なんかあってん、なんかが、隙間が、何やそれ、隙間があった、そうあって、そこずっと見てて、全然出てくれへんやん。そこにおんねやそころ、狙い撃ちそこがそこだけ。そこだかっていや、いろんなとこ見たよ、こうやっていろんなとこ見たけど、ああって30分なんか遅いなって。その辛抱強さなんだね。しかもおる体であなたも待ってますけど、向こうからしても向こうってなんや、おる体じゃないよ、おるかもしれない。あ、そうね、そう、見たかった。おったらいいな、そう、おったらいいな、夢があるなって思ったんです。夢があるな。そうでもでもその結局夢をね最後夢が現実になりかけたところで、なんかちょっと中途半端ひどいよ。やや中途半端やったんで悲しいお話、なんか、ね、僕もお芝居やってる身として、アクションは大きめに取れと。違う日常とはまたア別のドバイス話でしょ。が役者へのアドバイスだ舞台上での話ですそよね。の方かもわからんし、その何かが起きた現象に対して言っても、アクションとリアクションは大きく取れと教わったんで、お前に何がわかるカーテンバタバタダメだと。確かにそれで言ったら僕のリアクションも薄い。薄い絶対薄かった。アクションしてくれたことに対してのリアクション、確かにね、薄かったかもしれない。向こうからしたら薄いって、じゃあごめんねっつって、後から反省会ですね、そこ行ってね。ちょっと後でただ階段喋ってる時の隅とかをこの照明相まってこっち半分青白くてめっちゃ雰囲気ある、めっちゃ雰囲気あったで、この距離で見るとだいぶ良かったっすよ。めちゃくちゃ雰囲気あったわ。とっても怖い話でした。ねえ、そっちからやったらどうか俺らの角度からやったら絶妙やねんっはいていう気はしましたけどまあね。ね、そんな感じやったんですけどね。まあどうですか、みんなは体験したいですか、階したくないです。段。ないです。ないか。ないです。でもね、都市伝説とかを立証はしてみたいですよ。じゃあ本当にあんのかな。じゃあこの番組で一回行ってみようよ、どこに？どこにどこに心霊スポットへ。怖くない？それはさすがに。ちゃんと許可取っていけるとこにしような。ちょっとお願いしますね。許可取っていけるとこにしような。今笑ってはったで。いや喜びそうやけどいけるかも。大掛かりやぞ。いけるかもしれへんから、ちょっと頼んどこ行きましょうね。行きますか。俺行きますか。霊障現象は嫌。霊障現象は嫌だ。なんか現象としてビビらしてくるの嫌。そうやったらじゃあこれがあかんやん。それ嫌。物物体として出てきてくれるんやったらまだいい。だから足見えたらいい。足見えたらいい。足見えたらいい。絶対そっちの方が怖いと思うんですけど。でも足見えたらそこにおるやん。なんかしてこようとしたら反撃できるやん。見えへん方がいいやろ。見えへん方がいいやん。絶対。はい。というわけでね、はいまあそんな感じでございます。そんな感じでございました。いいのこれで。まああーみんなでちょっと心霊スポット許はいはいはい。可取って行ってきますんで、よろしくお願いします。皆さんどうなんですかはいね。皆さんはあ、霊現象といやかね。信じてんのかな。信じてんのがね。でも心霊スポットはええんちゃう。別に俺も全然行っていいよ。俺も信じてるか信じてないかって言ったら半々やから。でおったらいいねそうおったらいいな。見てないしね見まだ見てないしたいななんで。うんはい見たいな皆さんも見たいなって思っといてください。おい。はい。何その締め方。知らないその締め方。は。はいまあどんな感じになるかねわかりませんけども。い。まあいつか実現したらいいですね。そうですねそういうこともね。うんはい。じゃあはいというわけで行ってきます。行ってきます。行くんや。懐かしいな。めっちゃかっこいいやんこれ。よし出せ。あちゃんとなってんねや。綺麗。みんなさはい。カメラ回ってるわ俺。え？言って。
言ってずっと見られてたで。こういうとこあるよな。あるよね。回しっぱにして言って使いどころを常に何かしようという常に探されてるの何かしようといどいうて感じありますけどね。はい。いやこんな感じですよ。こんな感じですよって。はい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 ね。まあこれすごいですよ。欲しいねこういうの。あーすごいですよ。例の文章ちょっと和訳してくれ。全く和訳できないですけど、これすごいでしょ。すごっ。対談ですねこれが例の。ね、これってカメラに向けていいですか中身。あかんやろ。あかんな。中ははダメでしょ。でもやめます表紙は？表紙どんな感じ？い。表紙かっこいい。すごっ。かっこいいね。めっちゃいいね欲しかったやつそれ。これも見せてよ。ね、これはもう前にも見せましたけどね。俺もこステれッカポストカード。ね、うん。見てみてこれ。ちょっとここだけ。こんな感じで。ー。チラ見せにも程が。ちなみに手にも程がある。ね、これが載ってますっていうね。はい感じでございます。はい。じゃあ今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きです。今何の時間だったのこれ。これ見せて見せびらかしの見せび時間でしたね。らかしの時間ですか。はいいやどうでしたか階段は。いやーね俺はその話はい個人的にお気に入りやです。そういう話お気に入り？お気に入り。お気に入り？よかったお気に入り。でもこれ実話やかそうやね。ら。うん。実はっていうところがまた怖い話そうやだけど、ね。うん。まあでも怖い話もやっぱ楽しく体験しないとね。楽しく体験できてるなうんら幸せですよね。いえいえなかなか難しいところはあると思いますけども。はい。いやー桐山君はどうなん？喋りながら、うんてか今思い出したんです本当にうん今思い出したんですけど、うん僕小学校のいわゆるその学校のね七不思議あるじゃないですか、はいはいはい。でよくあるのがそのベートーベンが動くよとか、はいはいピアノが勝手になっちゃうよとかあるじゃないですか、なんかうちの小学校その音楽室の肖像画が夜中に行くと音楽家じゃなくて歴代の校長先生になってるめちゃくちゃ怖いやんけがあって、ただよく考えたら別に喋るわけでもなく音が鳴るわけでもなく写真が校長先生になってるって校長室に飾ってそうなやつが。そうだから校長室が多分移動してるんですよ。これ面白い話じゃねえかと思って別に何にも別に怖くない。何も怖くないと思って何やってんねん校長じじいって話。普通におもろいじゃんっていう違う七不思議や。不思議だからね不思議やから。そっか怖いわけじゃないんです。学校で起こったら全てそれでまとめられるわけですよ。モーツァルトやらベートーベンやらが取って代わって歴代校長になってんのかがもうそこがめっちゃ嫌や。あの頃逆に怖とか言ってたけど何も怖くないこれ怖くない。なるほどね。まあそんな感じでございます。おもろい話はいっぱいありますわな。はいはい。最後にですね番組からのお知らせです。はいこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。感想はもちろんあなたの知っているオカルトストーリー都市伝説オリジナルの怖い話などぜひ僕たちに教えてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてください。はい、この番組を気に入ってくれたら高評価&フォローもよろしくお願いします。はい。そしてなんとなんと今年のアニメエキスポで販売していた X&B グッズの販売がオフィシャルグッズショップでスタートしましたはいよっしゃはい。はいこれです。危なかったはいさっきから見せてるこれですよ。ギリギリでした今。はい。これですよ。ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。オフィシャルグッズショップへのリンクは概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてください。すごいですよこれはいチラッとだけ見せていいらしいですから。ねね、これいい感じです。ねはい、ぜひ皆さん買ってください。ぜひはい。それでは次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん良い夜をおやすみなさい。